皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のエピソードは関西弁講座ということで、関西弁の特徴だったり、標準語との違いなどをお話ししていこうと思います。皆さんの母国語であっても方言があって、住む場所によって、住む地域によって多少話し方が違ったり、言葉が違ったり、アクセントが違ったり、そういう場合があるかなと思います。日本語も一緒で、日本語にもたくさん方言があります。日本語を学校で学んだり、教科書で学んだりした方は、基本的には標準語を学んだかなと思います。テレビを見ていたり、YouTube で動画を見ていたり、ドラマでもアニメでも、基本的には多くの方が標準語を使っているかなと思います。ですが日本は行く場所によって関西弁だったり、または広島に行ったら広島弁だし、福岡だったら福岡弁とか博多弁とか、あとは青森県のすごい田舎の方に行ったり、津軽地方に行くと津軽弁という方言があったり、本当に行く場所によって話し方、アクセントが全然違うっていう場合があります。なので日本をいろいろ旅行したことがある方は経験したかなと思います。日本語をめっちゃ勉強した教科書ももうほぼ完璧、全部わかる。YouTube の動画もいっぱい見て、ポッドキャストもたくさん聞いて、ほとんど理解できるようになったから旅行に行っても大丈夫やろうと思って、いざ日本に旅行に行くと、なんかいまいち聞き取られへんなとか、なんであんな勉強したのにやっぱり全然分かれへんっていうようなね、経験をした方もいるかもしれません。で、それは皆さんの勉強が足りなかったとか、実力がまだまだっていうわけではなくて、方言で話していたから皆さんが聞き取れなかったのかなと思います。私も皆さんと同じで、さっき言ったような津軽弁とかは全然聞き取れないと思いますし、私の祖母は広島県出身なんですけど、その広島弁を聞くと全然わからないっていうこともあります。言っても日本語なので 90%、95% はわかるんですけど、たまにちょっと一言方言で話されると、なんてって聞き返すことがあるぐらいです。方言って私は結構好きで、その人のユニークさとからしさが出る部分だなと思うので、好きなんですけど、やっぱり日本語を学んでいる方からすると、いや、難しいな。なんでこんなたくさん方言あんねん。全然分からへんっていう部分もあるかなと思います。なので今回は日本でも比較的多くの方が話している関西弁。私は大阪出身なので、私の言ったらネイティブ言語、関西弁、大阪弁をちょっと説明するというか、標準語とはこんな違いがあるよっていうところを話していこうかなと思います。ではまず関西弁なんですが、実際に関西弁と呼ばれるその言語があるわけではなくて、関西地方で話されている方言、アクセントとかをまとめて関西弁と言います。まず関西地方なんですが、関西は大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山と滋賀、ここが関西と呼ばれる地域です。で、この地域に住んでいる方々が話す方言を、まとめて関西弁と言います。あとは三重県に住んでいる方だったり、徳島県に住んでいる方も関西弁を話す方がいるみたいなんですが、いろいろ混ざってる部分かなと思います。大阪に住んでいる人、京都に住んでいる人、兵庫に住んでいる人で話し方が多少違います。その地域でのアクセントだったり方言があるので、関西弁の中でも細かくは分かれているんですが、大きく分けると関西弁となります。で、標準語とその何が違うかなんですけど、単語が全然違うとか、話し方が違うっていうよりかは、アクセントが全然違います。
その文章とか単語一つ一つのどの部分を強調するか、これが違ってくるので、標準語と関西弁とか他の方言と全然違う風に聞こえるかなと思います。では、標準語と関西弁で大きく違うところ、アクセントが一番違うと思うんですけど、確かに言葉が変わったり、語尾が変わったりするので、それらをいくつか紹介しようかなと思います。標準語でない、否定形ですよね。ないっていうことを言いたいときに、関西弁では変を使います。例えばですけど、見えないっていう標準語。これは関西弁では見えへんになります。標準語だと、昨日コンサートに行った時に、前の人の身長が高くてステージが見えなかったっていう文章を言いたいとしますよね。じゃあこれを関西弁では、昨日コンサート行った時に前の人の身長が高くてステージが見えへんかったとなります。ちょっとアクセントも違いますよね。こんな感じの違いがあるかなと思います。あとは、この日本語の文章わからないって言いたかったら、関西弁では、この日本語の文章わからへんってなります。あと、この単語知らないって言いたかったら、この単語知らへんってなります。ちょっとだけ違うのは、しないっていう単語は、せえへんになります。ここだけちょっと違うかなと思います。ちょっとだけ変形する単語もありますが、このように、ないを言いたいときは変に変えると関西弁の出来上がりです。そんなに難しくないですよね。あとこれを知っておくと私のポッドキャストだったり、関西弁を話している方のポッドキャストや動画などが本当にスッと耳に入ってくるかなと思います。では次。これもまた否定するときなんですけど、何かを違うって言いたいとき、関西弁ではちゃうって言います。例えば、机にスマホが置いてあって、これあなたのって聞かれたとしますよね。じゃあその時に、ちゃうって言ったりできます。標準語だと多分、違うよってなるかなと思います。関西弁ではちゃうって言います。で、このちゃうを使った早口言葉というか、なんかフレーズが一つあって、皆さんにも一回聞き取りできるか挑戦してみてほしいんですけど、そのフレーズが、ちゃうちゃうちゃうんちゃんです。皆さん聞き取れましたか？もう一回言いますね。これちゃうちゃうちゃうんちゃん。意味わかんないですよね。初めて聞いたら。で、この文章は、ちゃうちゃうっていう犬、犬種がいるんですけど、そのちゃうちゃうを見て、この犬はちゃうちゃうではないんじゃないのっていう文章です。で、これは関西人しか言えないというか、一回聞いただけですぐ理解できるのは関西人しかいないみたいな、そういうフレーズがあります。次はこれは私がめちゃめちゃしてしまう、使ってしまう単語なんですけど、それはあんたです。皆さん、あんたって聞いたことはありますか？これは英語で言う you です。I am, you are の you です。標準語だとあなたって言いますよね。で、あなたはほとんど使う場面はないかなと思います。日常で日本人は全然あなたっていう単語は使わないんですけど、関西弁にしたあんたはめっちゃ使います。これは人によるかなと思うんですけど、私は、私の兄弟を呼ぶときに名前じゃなくてあんたって言ったりします。毎回じゃないんですけど、結構使います。で、これは私の祖母、おばあちゃんがもうみんなのことをあんたって言います。さっき方言が聞き取れないって言った祖母は広島県出身で、もう一人は大阪出身なんですけど、
その大阪出身の、私のおばあちゃんが、私とか私の兄弟とかを呼ぶときに、ちょっとあんたこっち来て手伝って、みたいな感じでよくあんたって言われていました。なのでもしその関西人のおばちゃんとかにあんたって言われたら、皆さんのことを呼んでいるのでね、ちょっと振り向いてあげるとか返事してあげるといいかなと思います。で、あんたは他の地域出身の人からすると何それってなると思います。で、これを関西人以外に使うとなんか意味わかんないし、もしかしたら失礼な感じになってしまうかもしれないです。で、私も友達をあんたって呼ぶことはないですけど、私の親とか祖父母が息子、娘とか孫を呼ぶときにあんたってよく使います。私が一回私と私の妹とあと友達3人で遊んでいたときに、私が妹のことをあんたって呼んだんですよね。じゃあその友達がめっちゃいきなり笑い出して、で、私たち2人はみたいな、なんでそんな急に笑ってるんって聞いたら、その友達は人のことをあんたって呼ぶの初めて聞いて、なんかめっちゃびっくりして新鮮で面白かったって言ってました。なのでその関西以外の人からすると不思議というか何それっていう違和感になるかもしれないですけど、関西人はYou、あなたって言いたいときにあんたって使います。で、これは使うことはおすすめしないし、友達同士でもあんたって呼ぶことはもうほとんどないかと思うんですけど、親が子供を呼ぶとき、じゃああんたこっち来て手伝ってとか、あんたほんま何してんのとか、なんかこんな感じで、ちょっと呆れているときとか言ったりします。私のおばあちゃんが孫たちを、みんな一度に呼びたいときは、あんたらーみたいな感じで言っていました。なので、あんたは You ですけど、あんたらになったら You guys になります。皆さんがこれを使う機会はないかもしれませんが、もし聞いたら、You って、なんか呼ばれてるのねって思っておいてもらえたらいいかなと思います。次は形容詞です。これも少し違いがあるかなと思うのでご紹介しようかなと思います。例えば、いろんな形容詞があると思うんですけど、大きいとか小さいとか、高い、安いみたいな、そのよく使うものがありますよね。で、関東というか、標準語だったら、普通に大きい、小さいって言うと思うんですけど、関西ではよく、大きいとか、小さいというふうに、間に小さい「つ」を入れて、もうちょっと感情を込めて話す方が多い気がします。例えば、このリンゴめっちゃ大きいなとか、逆にこのリンゴめっちゃ小さいなとか、こんな感じでもっと感情を込めて言うときに、間に小さい「つ」を入れて、なんか跳ねてるみたいなスタッカートみたいな感じで、大きい、小さいって言ったりします。で、なんかびっくりするときにも使います。例えばめっちゃ高い服の値段を見て、高っとか、逆にセールしててめちゃめちゃ安い時は安っみたいな感じで、関西弁ではちょっと感情がこもった話し方をする方が多い気がします。で、私もこれめちゃめちゃ使ってしまっているなって思うんですけど、いつも録音するときに大きいとか小さいって言ってしまってて、それをなんかそのままスクリプトで書くべきか、または大きい小さいのようなちょっと標準語に寄せてスクリプトを書くべきかって悩んでいます、いつも。そんな感じでちょっとした違いですけど、アクセントが違ったり、感情の乗せ方が違うかなと思います。あと、私がよく使うフレーズとしてめっちゃがあります。これも皆さん私のポッドキャストを聞いてくださっていたら、聞き飽きてるかなっていうぐらい聞いてるかなと思います。で、そのぐらい私はめっちゃをめっちゃ使います。で、もっと強調したいときはめちゃめちゃって言ったりします。
標準語だと、すごくとか、とてもとか、英語で言う very とか、really みたいな時はめっちゃって使います。なのでめっちゃって使ってたら多分その人は関西出身だし、皆さんも関西出身の人と話すときはめっちゃを使ってみてください。では最後に関東と関西で言い方が違うものがあるんですが、それを少しだけご紹介して終わろうかなと思います。代表的なもの一つあって、それがマクドナルドです。で、日本ではマクドナルドの言い方が2つあって、関西ではマクドって言います。マクドナルドを略してマクドって言います。ですが関東ではマックって言います。なのでこれは大きな代表的な違いかなと思います。あと大阪にあるユニバーサル・スタジオ・ジャパンありますよね。これを関西ではユニバって言います。でも関東では多分ユニバって言ったりユニバーサルって言ったりなんか他の言い方があるみたいなんですけど、関西ではユニバって言います。なので皆さんが、もし日本人の友達、関西出身の日本人の友達とユニバに行きたいときは、今度ユニバ行かへんみたいな感じで、友達を誘ってみてください。関西人の友達をそうやってユニバ行かへんって誘うと、お、めっちゃ関西弁うまいやんってなると思います。あと関西ではよく使うけど、関東地方とか他の地域では通じない言葉っていうのが一つあって、それが直すです。関西で直すっていうと、片付けるという意味になります。ちょっとこれ直しといてくれへんって言われると、その受け取ったものを棚に直したり、どこかにしまったりすること。これを直すっていうんですが、関東では修理するって意味になります。関西ではその修理するっていう何かをフィックスするっていう意味でもどちらも使うんですが、関東ではその直す、修理するっていう意味になるので、皆さんが例えば関西弁をめっちゃ勉強して、関東出身の日本人に、ちょっとこれ直しといてくれへんって言ったとしたら、その人は多分、え、別にこれ壊れてないけどなんか修理せなあかんの何も必要なさそうやけど、みたいな感じになると思います。なので、基本的にはアクセントの違いが大きいんですが、こういうちょっと他では通じない単語とか、他では使われてない単語っていうのも関西弁にはあるかなと思います。今回は関西弁についてお話ししました。基本的にはアクセントが違うので、それをどう関西弁っぽく話したり、関西弁を聞き取るポイントかなって思うんですけど、いくつかその関西でしか使われてない単語だったり、関西人っぽい表現だったり、そういうのがあるので、もし皆さんが今関西に住んでいるとか、これから関西地方に旅行に行くっていう方は、ちょっと勉強してみて、使ってみるといいかなと思います。で、私、このポッドキャストを作ろうと思って、一回ネットでどんな関西弁があるかっていうのを調べてみました。私は普段ナチュラルに使ってる単語でも、これを関西弁って思ってなかったっていう場合がたまにあるので、そういうのがないようにというか、調べて確かにこれよく使うなって思ったら皆さんに紹介したいなって思って、調べてみたんですけど、ネットにあるような関西弁って、なんか私のおじいちゃんとかおばあちゃんが使ってるような関西弁で、今の2、30代の人とかはもう誰も使わないような単語がめっちゃ載ってました。だから、なんかそういう関西弁、ちょっと強めの、濃いめの関西弁ってなくなってきてるんだなってちょっと実感しました。でもだからといって関西弁がなくなって標準語になるとは全く思わないし、やっぱりイントネーションの違いで、めっちゃ関西出身なんやなとかっていうのがすぐわかるので、いろんな関西弁というか関西人が使いそうな単語はあるんですけど、それよりもね、ちょっと関西弁好き、関西弁真似してみたいって思ったら、アクセントを
気をつけてみるといいかなと思います。で、関西弁の動画を探すのって結構難しいかと思うんですけど、もし日本語上級者の方だったら、日本人の芸人のコメディアンの動画を見てみてください。芸人の方は関西出身の方も結構いるので、その方たちの話し方を聞くと、ちょっと関西弁を聞く練習になるかなと思います。あと、もっと詳しく関西弁の語尾とか、表現の仕方とか単語とか学びたいって思ったら、日本語の森というチャンネルで関西弁講座がいくつもあるので、それらを見てみてください。日本語の森というチャンネルを知っている方もたくさんいると思うんですけど、そこに出てた関西弁をめっちゃ詳しく解説してる動画あると思って、私もちょっと見てみたんですけど、もうめっちゃわかりやすくて、皆さんも勉強できると思うので、もっともっと詳しく知りたいって思う方はそちらの、動画も見てみるといいかなと思います。私もたまに YouTube の動画とか見て、日本語を勉強したっていう外国人の方が関西弁を話していると、なんかちょっと、好感持てるというか、いいじゃんって思うので、皆さんもね、もし関西に住んでいる、関西に住む予定がある、旅行に行く予定があるっていう方は、ぜひ一度関西弁を練習してみてください。それでは最後にお知らせです。現在 Patreon と YouTube でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこの活動をこれからも応援してくださる方、サポートしてくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこうやってポッドキャストを続けることができているので、もう本当に嬉しいし感謝です。また日本のこういう文化を紹介してほしいとか、こういうニュース見たけどこういうの気になるけどなんか話してほしいみたいなアイデアがありましたらいつでもコメント欄で教えていただけたらなと思います。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さんいい一日をお過ごしください。それでは。